虚空とはこの無限とも言える宇宙であり、そのどこかにある物質界ではない精神世界なのかもしれません。このお経を信じる人が実践して亡くなったら霊山浄土へ戻るというシステムになっています。ではその修行法について詳しく説明いたします。まずは先ほど言った通り法華経を手に取るところから始まります。これがまずもってクソゲーかっていうぐらいの難易度をクリアに向かっていけるのかの鍵です。少しややこしいですが、お経を読む前のお経というものがあって、その中でこのお経に出会うことは百千万号の長い時間の中でも難しいと言われており、1項が43億2000万年ですから、もう気絶ですね。そんな長い時間、そしてこの広い宇宙の中で仏が地球上に降り立ち、それを聞いた人たちの普段の努力で文字となり、それを読むことができる。昔は紙もろくにない時代です。口伝えで人から人へと引き継がれていたのでしょう。これが奇跡的なことであるということですね。それほど入手困難なお経というのがまず一つ。さて、1番目のこれを呪字と言います。ではどのように入手すればよいのでしょうか。日蓮宗新聞社という出版社がありますので、インターネットで検索していただき、男信徒さん向けの簡単なお経本をゲットできます。ですが、いくら現代社会となり、とりあえずの入手法は簡単といえども、縁のない方には手にすることはできないでしょう。2番目に実際にお経本を読みます。これを読と言います。どうやって読めばいいのかわからないという方は、私の再生リスト要本天だれ方便本第2から一緒に読んでみましょう。お経の動画は随時上げていきますので、ぜひ追いかけていただきたいです。2番目をクリアしたら次は3番目。急にレベルが高くなってしまいますが、呪といって簡単に言えば暗記です。無理ですけどって思ったそこのあなたとあなたとあなた。私も最初は何も知らない子供だったのです。ジュゲムが覚えられたんだったら安心してください。方便本第2からチャレンジしてみましょう。今からでも遅くはありませんし、意味がわかると案外面白いものです。共に精進いたしましょう。これは読と合わせて読樹といい、読んでいるうちに勝手に覚えてしまうということです。4番目は解説といって、ただ読むのではなく説明することです。早く言えば説法でまさに今私がしていることです。私は日常やゲームに例えて説明することが好きなのですが、お経の種類が手段の違いならば伝え方だって手段です。そんな感じで自分なりの伝え方を人にできたら、あなたも立派な星です。小さなことからでいいのです。なんか浄土ってのがあって修行するといけるらしいよ的な感じからスタートしてみましょう。なりたい自分をイメージし、誰かに説明できた自分は少なくともそれに矛盾したくないと思えたら菩薩モードのステージ1です。最後に5番目ですが、書写といって写経のことです。これは最近宗派を問わず人気が出ているようです。心を落ち着け、ただ書くことに専念する。一文字一文字が仏様であるとも言われております。認知症の改善や防止策として脳を活性化するのに写経が最も効果が高いという研究もあるようです。少し専門的になってしまいますが、この5つの修行法を五種星といい、これをした人は法華経の行者となれるわけです。明日からやってみようと思った方はもうすでに行者です。お坊さんだけではなくみんなでできることなのです。この修行を頑張ることにより様々な変化が生まれてきます。坊主チャンネル。修行を続けると、前回お話しした地獄のレシピとされる頓人知の三毒が解毒されて、もっともっとレベルアップしたいと心から思えるようになってきます。まずは仏さんに守られているなぁという実感が湧いてくる。これはやってみないとわからないことですね。
私は何回か死にそうになっているんですが、その都度奇跡的な回復を見せたり、これって神様じゃなきゃ起こせないよねっていう体験で何度も助けられたと実感しております。そして次に、なんでか知らないけど徳を積みたくなる。やればやるほどお経が面白いと思えるようになり、勉強したくなるし、良いことが多くなるでしょう。さらには良い仲間が増える。人生の中で一緒に修行したり勉強したり楽しい時間を過ごす人との出会いが生まれてくることでしょう。私は8月に立ち宮で知り合った人と七面山という山に登って修行しましたが、まさにこのことだなぁと実感しております。地獄を目指すような生き方は当然顔にも言動にも出ますから、そんな人誰も誘ってくれないですよね。すると今度は世界中の人々を救いたくなる。孫悟空かっつーのと思われてしまいますが、もしあなたが少しでもこのお経を手に取り修行した場合、長い長い旅路のどこかで自分にできる範囲でも人々を救ってこの世界を良くしたいと思った人なのです。そうでなければこのお経に出会うことはないと書かれております。悟空だって亀仙人には会えていないかもしれません。こうして修行すると霊山浄土からお迎えにも来ていただけますし、そういう世界があるっていう存在を知っているわけですから、安心していけるわけです。親が見守ってくれていたら子供だって安心して遊べますよね。安心して生きるということが大切です。守護という言葉が浮かんだ人もいるかと思います。いずれ動画でお話ししますが、守護の存在についてはしっかりとしたロジックがあって大変興味深いテーマですので、チャンネル登録をしてお待ちください。では、霊山浄土とは仏様視点ではどうなっているのでしょうか。坊主チャンネル。霊山浄土について地球担当の仏お釈迦様はこのように述べられています。法華経第16番目のお経の中で、あくまで私の解釈ですが、地球上の皆さん、戦争や天変地異、大惨事で大変ですね。私のところはすごく安らかで穏やかです。喜びに満ち溢れた人がたくさんいるし、たくさんの木が生い茂り、果物もいっぱいになっています。ここにいる人はみんな楽しく過ごしていますよ。天の人は太鼓を叩いたり笛を吹いたりして綺麗なお花を私や周りの人に優しく降らせてくれます。地球上で地獄の思いをしている皆さん、憂い、恐怖、苦しみ、悩み、もう大変ですね。自分の犯した罪、悪因縁があるから長い間苦しむことになるんです。仏、法、僧の3つの名前も聞くことはないでしょう。善行、功徳を積んで心柔らかに正直な人は、私が姿形を変えて教えを説いていることに気がついていることでしょう。それぞれ何をやっているかはお見通しです。あなたに合った伝え方で教えを説いているのですよ。私はいつでも思っています。どうすればあなたが仏道を歩めるのか。そして早く私と同じ仏となれることを。もう早くこの輪廻から解き放たれてずっとそこにいたいとかちょっと思いますよね。話が壮大になってしまいましたが、この修行をしている状態を仏道を歩むという表現をします。終わりなき旅ですね。頭の中でミスチルが流れております。長い旅ですけれども、一回一回お休みがもらえるというのが私の浄土観です。肉体的に死というものがなければ、魂もそこへずっと入っていて自由になれません。霊山浄土に戻れず、他にソフトがないので終わったドラクエのレベル上げしかできないみたいな、それは非常にきついですね。お葬式は修行が終わった卒業式やゲームのエンディングのようなものであり、生まれてはこのお経に縁を持ち、繰り返し修行して霊山浄土でお休みして、また肉体を持って修行する。少しずつでも縁のある方を増やしていくんです。
早く気づいて実行することにより自分もレベルアップしますから、それぞれの状態は違って環境も厳しいかもしれませんが、険しくとも進むしかないのです。それを繰り返すと輪廻でお話しした正門円覚となり、その後菩薩となってこの法華経を広めに来るわけです。この菩薩レベルまで来るとある意味変態ですね。わざわざこの地獄に降り立ってこの法華経を広めるわけですから、どんだけこの菩薩を繰り返して初めて仏となれるわけで、まさにエクストリーム人生です。とはいえ仏様はそれぞれ見守ってますと言ってくれておりますので、安心して修行しましょう。霊山浄土、それは仏が教えを説き喜びあふれるいい世界です。浄土はどんなところなのか、どうやっていけばよいのか、また実は隣り合っている世界であることをお伝えいたしました。ともすればこの地球上を霊山浄土にすることだって不可能ではないはずです。しかしながら悪魔魔民が調量ばっこするこの地獄ではたやすいものではありません。お一人お一人が前回お話しした地獄、輪廻、そして霊山浄土をまず理解し、そして少しずつでもできることから行動に移していただければ絶対に不可能ということではないかなと思っている派です。坊主チャンネル。これからこの地球に生まれる命を地獄ではなく霊山浄土として迎えてあげたいと思うのは私だけではないはずです。そして自分もその子供であると自覚いたしましょう。エコーでも言いましたが、自分への供養でもあるのです。日蓮宗には娑婆即寂光という言葉があります。その意味は、この地獄をすぐにでも霊山浄土に変えることができるというような意味です。今回はたまたま日蓮宗のお坊さんが勉強した法華経で説明しましたが、他の宗派さんのお経でも手段が違うだけで根本にあるものは同じだったりします。仏教だけに限らず、この動画をきっかけに自分自身で考えて勉強し、自分に合った手段を自分の意思で選ぶことが大切です。天国と地獄ならぬ霊山浄土と地獄。皆さんはもちろん霊山浄土に行きたいですよね。共に精進いたしましょう。すべての話はつながっていますから、スピード好きなお坊さんはゴーゴーヘブンでも聞いて寝ます。